彫刻は15年ほどやり続けています。今まで発表した作品としてはだいたい450点で、作品は全て1点のみという感じです。息子の作るものだったり描く絵だったり息子の発する言葉だったりするものが作品に時々影響を与えることがあって面白いなと思うと書き留めていたりします。水道からお湯が出てきた時にわーお日様が出てきたとか割れない風船ありますかとか、あとは蜂蜜と風船はどっちが柔らかいとかで、彼の作品を見ると、少し前までは彼が気に入った作品が誰かの手に渡ったりするときはちょっと涙ぐんだりとかすることもあったりしましたね。僕大学生の頃は絵は描いてましたね。スコットランドに1年間だけその映画学部っていうところに行って、大学卒業した後に行ったアフリカのタンザニアという国のマコンデ族が彫ってるマコンデ彫刻に出会ったの。黒炭でね、黒い木で彫るんですよ。アフリカに行って帰ってきて、その後僕中国水墨画の学校に行ったんですよ。中国水墨画っていうのは割と即興性があったり、その辺はやっぱりマコンデの彫刻にも通じるところがあるし、実と虚がその中でどんな風に構成されてるかっていうのは割と僕は今彫刻の中でも構図を考えるとか意識してはいるんですよね。その後にドイツ大学院みたいなところに若かったしいっぱいやりたいことがあってやりたいことは全部やるみたいな勢いとエネルギーがやっぱりあったんですよね。でもアフリカにいる時は麻袋を敷いてそこにあぐらをかいて足と足の間に挟んで彫ってたんですよ。でも体が硬いからそんな彫り方もできなくてももで挟んだりして彫っていく。だからここら辺とか結構傷だらけになったりするんですよ。彫るのはもうここでのみを使って彫ったり、あとは彫刻刀でこの辺も大体が自分で作るんですけど、道具を木もねもらってくる木だとか拾いに行ったりする木、掘ってると虫が出てきたりとかっていうびっくりするけどもそれも楽しいんですけどね。僕は風景を作ってるんですよ。景色が先にある、その中のものを僕がピックアップして彫る。これはリンっていうシリーズで、これの発想の源っていうのはそのリンっていう架空の森の中に住んでいるんじゃないかなっていう動物生き物。僕はあんま写実的にないんですね。ぽいでいいんですよ。動物っぽいっていう。この3人はこの赤い糸でつながってるんだけども、たわんでる時と割と糸がピーンと張ってる時とによっても全然この中に流れている空気が変わってくるだろうし、別に三角関係みたいなのを作ったわけじゃなくて、この3人って何をしてるんだろうっていう、こういう遊びあるかもしれない。だいたい今は人間が3人、僕と奥さんとあと子供と犬が1匹いて、作品がね展覧会したけれどもあんまり思うような形にならなかったりとか、今はでも割と安定してるっていうと変だけれども、ここも坂の上なんですけども、ちょうどね海も近いし山も後ろにあって、振り向かずに登ってって振り向いた時に全く違う景色が見えたりするとわーってねいいなって思いますよね。